今日も一日、ご苦労様でした。このチャンネルは、あなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。不思議な謎とともに、眠りの世界へと導くミステリーの朗読をお届けします。この動画は、ミステリー、オリジナルストーリーを4話お届けします。当チャンネル、眠りの語り部。では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。蝶々の舞う謎。中村和也は、沖縄の熱帯雨林で蝶の生態を研究していた。彼は幼少期から昆虫に興味を持ち、大学で昆虫学を専攻し、数々の研究成果を上げてきた。特に蝶の生態には深い愛着を持っており、その色鮮やかな蝶たちに魅了されていた。沖縄の亜熱帯気候は、蝶にとって理想的な環境であり、多くの種類がこの地に生息していた。和也はこの地域でのフィールドワークを重ねる中で、新しい種や興味深い行動を観察し、その成果を学会で発表してきた。ある日、和也は森の奥深くで、これまでに見たことのない美しい蝶を発見した。羽は虹色に輝き、独特の模様が施されていた。その蝶はひらひらと舞いながら、和也の目の前を通り過ぎた。こんな蝶は見たことがない。和也は驚きと興奮を覚え、その蝶を追いかけることにした。蝶は森の中を縫うように飛び、やがて古びた祠の前で羽を休めた。祠は木々に囲まれ、静かな雰囲気に包まれていた。和也は慎重に近づき、祠の中を覗き込んだ。これは、一体。和也は祠の中に古い書物を見つけた。書物は湿気で少し傷んでいたが、まだ読み取ることができそうだった。彼は書物を手に取り、そのページをめくった。書物には、昔の沖縄の伝説や神話が記されており、その中には、虹の蝶に関する話も含まれていた。伝説によれば、虹の蝶は神々の使いであり、特別な場所に現れるという。この蝶はその伝説の蝶なのか。和也はそう考えながら、書物を持ち帰ることにした。彼はスクシャで書物を詳しく調べ、虹の蝶に関する手がかりを探すことにした。その夜、和也は書物を読み進めるうちに、虹の蝶が現れる場所には古代の遺跡が隠されていることを知った。その遺跡には、沖縄の歴史や文化に関する重要な情報が眠っているという。この遺跡を見つけることができれば、蝶の謎を解き明かせるかもしれない。和也はそう決意し、翌朝から本格的な調査を開始することにした。翌日、和也は書物に記された手がかりをもとに、虹の蝶が現れた場所を再び訪れた。彼は祠の周囲を詳しく調べ、さらに奥深くへと進んだ。森の中は静寂に包まれ、鳥のさえずりと風の音だけが響いていた。やがて、和也は森の奥に古代の石碑を見つけた。石碑には古い文字が刻まれており、それを読み解くことで次の手がかりが得られるかもしれなかった。彼は石碑の前でひざまずき、文字を慎重に解読し始めた。この文字は、古代の沖縄の言葉か。和也は文字の意味を一つ一つ確認しながら、石碑に刻まれた内容をノートに書き留めた。やがて、彼は次の目的地が森の奥にある洞窟であることを突き止めた。洞窟に行けば、もっと多くの手がかりが見つかるかもしれない。和也はそう確信し、さらに奥へと進むことにした。彼の冒険はまだ始まったばかりだった。翌朝、
和也は洞窟へ向かうための準備を整えた。彼は必要な装備をバッグに詰め込み、森の奥深くへと進んだ。森は朝の光に包まれ、葉の間から差し込む陽光が美しく輝いていた。和也は書物に記された手がかりをもとに、洞窟の場所を特定しながら慎重に進んだ。道中、彼は蝶の飛び交う姿を何度も目にし、その美しさに心を奪われた。しかし、彼の心には虹の蝶の謎を解き明かすという強い決意があった。数時間後、和也はついに目的の洞窟にたどり着いた。洞窟の入り口は密林に覆われ、ひんやりとした空気が漂っていた。和也は懐中電灯を取り出し、慎重に洞窟の中へと足を踏み入れた。洞窟内は暗く静かで、和也の足音だけが響いた。彼は懐中電灯の光を頼りに進みながら、壁に刻まれた古代の文字や絵を注意深く観察した。それらの記号は、沖縄の古代文化に関する手がかりを示しているようだった。これは、重要な情報が隠されているに違いない。和也はそう確信しながら、洞窟の奥へと進んでいった。やがて、彼は洞窟の深部で大きな石の祭壇を発見した。祭壇の周囲には、古代の道具や装飾品が散らばっており、その中央には再び虹の蝶が舞っていた。和也はその蝶に魅了されながら、祭壇の上に置かれた古い巻物を手に取った。巻物には、虹の蝶に関する詳細な記述が書かれていた。それによると、虹の蝶は古代の賢者たちによって守られており、その姿を見た者には特別な使命が与えられるという。特別な使命。和也は巻物を読み進めながら、その意味を考えた。さらに、巻物には洞窟の奥に隠された古代の遺跡についても記されていた。遺跡には、沖縄の歴史や文化に関する重要な情報が眠っているという。和也は祭壇をさらに詳しく調べることにした。彼は古代の道具や装飾品を一つ一つ確認し、それらが何を意味するのかを考えた。そして、祭壇の底に隠された小さな鍵を発見した。この鍵が遺跡への入り口を開くのかもしれない。和也は鍵を手に取り、巻物に記された指示に従って洞窟の奥へと進んだ。洞窟の深部には、頑丈な扉が立ちはだかっていた。和也は鍵を使って扉を開け、中に入るとそこには広大な地下空間が広がっていた。空間の中央には、古代の彫刻や石碑が立ち並び、その周囲には古い書物や遺物が散らばっていた。和也はその光景に圧倒されながら、一つ一つの遺物を慎重に調べた。彼は特に石碑に刻まれた文字に注目し、その意味を解読しようと努めた。やがて、石碑には古代の賢者たちが残した重要なメッセージが記されていることに気づいた。この遺跡には、まだ解き明かされていない多くの秘密が隠されている。和也はそう確信し、さらなる調査を進めることにした。彼は遺跡内の書物や遺物を詳細に記録し、それらが何を意味するのかを考え続けた。彼の調査はまだ始まったばかりであり、虹の蝶が導く先にはさらなる謎が待ち受けているに違いない。和也の冒険は、次のステップへと進んでいった。和也は、遺跡内の詳細な調査を続けることにした。彼は洞窟から持ち帰った書物や遺物をスクシャで詳しく調べ、虹の蝶と古代の賢者たちの関係を解明しようと努めた。数日後、和也は巻物の記述をもとに、地元の図書館でさらに多くの情報を集めることにした。図書館の古文書コーナーには、沖縄の古代文化や伝説に関する貴重な資料が多数保管されていた。これなら、もっと多くの手がかりが見つかるかもしれない。和也は期待を胸に、
図書館の資料を丁寧に調べ始めた。ある日、彼は古い日記を発見した。その日記は、かつてこの地域で暮らしていた学者が書いたもので、虹の蝶に関する記述が含まれていた。日記には、虹の蝶が現れる場所やその意味について詳しく書かれていた。虹の蝶は古代の賢者たちが守る場所に現れる。和也は日記を読み進めながら、その意味を考えた。さらに、日記には賢者たちが行っていた儀式や、彼らが守っていた秘密の場所についても記されていた。和也はこの情報をもとに、再びフィールドワークに出かけることにした。彼は日記に書かれた場所を訪れ、そこに隠された手がかりを探すことに決めた。次の日、和也は森の奥深くにある古い神社を訪れた。神社は静かな雰囲気に包まれ、周囲には古代の遺物が散らばっていた。彼は神社の祠を調べ、そこに隠された書物や道具を見つけた。これは、賢者たちが使っていた道具か。和也は慎重にそれらを調べながら、さらに多くの手がかりを集めた。やがて、彼は神社の裏手に隠された洞窟を発見した。洞窟の中に入ると、再び虹の蝶が舞っているのが見えた。和也はその光景に驚きながら、蝶を追いかけて洞窟の奥へと進んだ。洞窟の深部には、大きな石碑が立っており、その周囲には古代の道具や装飾品が並んでいた。和也は石碑の文字を解読し、その内容をノートに書き留めた。文字は、古代の賢者たちが行っていた儀式の詳細や、虹の蝶の意味について記されていた。この儀式を再現すれば、蝶の謎を解き明かすことができるかもしれない。和也はそう考え、儀式に必要な道具を集めることにした。数日間、和也は神社や洞窟を行き来しながら、儀式の準備を進めた。彼は日記や古文書を参考にしながら、儀式の手順を一つ一つ確認していった。そして、いよいよ儀式を行う日がやってきた。和也は洞窟の奥深くにある石碑の前で、古代の道具を使いながら儀式を開始した。彼は古代の言葉を唱え、虹の蝶に導かれるように手順を進めていった。やがて、石碑が光り始め、洞窟内が神秘的な光に包まれた。和也はその光景に感動しながら、儀式の最後の手順を行った。すると、石碑の中央が開き、中から古い巻物が現れた。これが、蝶の謎を解き明かす鍵だ。和也は巻物を手に取り、その内容を慎重に読み始めた。巻物には、虹の蝶が守っている秘密の場所や、賢者たちが残した知識について詳しく記されていた。和也はその内容に驚きながら、さらに多くの手がかりを得ることができた。この情報をもとに、次の場所を探さなければならない。和也はそう決意し、さらに調査を進めるための準備を始めた。彼の冒険はまだ続いていた。虹の蝶が導く先には、さらなる謎と発見が待ち受けているに違いなかった。和也は新たに手に入れた巻物の内容をもとに、次の目的地を特定することにした。巻物には、古代の賢者たちが虹の蝶を守るために作り上げた秘密の場所について詳しく記されていた。その場所には、沖縄の歴史や文化に関する重要な情報が隠されているという。数日後、和也は巻物に書かれた地図を手に、森のさらに奥深くへと向かった。地図は古代の遺跡を示しており、その場所には重要な手がかりが隠されているはずだった。この先に何が待っているのか。和也は期待と不安を胸に、慎重に進んだ。森の中を進むうちに、和也は奇妙な感覚に襲われた。鳥のさえずりが突然止まり、周囲が不気味な静寂に包まれたのだ。
和也は立ち止まり、耳を澄ませた。その時、彼の耳にかすかなささやき声が聞こえた。まるで森が語りかけてくるかのような、不思議な声だった。和也はその声に導かれるように、地図に示された方向へと進んだ。やがて、和也は古い神殿の跡地にたどり着いた。神殿は長い年月の間に朽ち果てていたが、その中央には大きな石碑が立っていた。和也は石碑の前に立ち、そこに刻まれた文字を読み解こうとした。これは、古代の賢者たちの言葉だ。和也は慎重に文字を解読し、その内容をノートに書き留めた。文字は、神殿の地下に隠された秘密の部屋について記されていた。地下に部屋が。和也は石碑の周囲を調べ、地下室への入り口を探し始めた。やがて、彼は神殿の床に隠された小さな扉を発見した。扉には古い錠前がかかっていたが、彼は鍵を使ってそれを開けることに成功した。扉を開けると、地下へと続く階段が現れた。和也は懐中電灯を手に、慎重に階段を降りていった。地下室はひんやりとした空気に包まれ、静寂が支配していた。地下室の奥には、さらに多くの古代の道具や装飾品が並んでいた。和也はそれらを一つ一つ確認し、何か重要な手がかりがないかを探した。やがて、彼は部屋の中央にある石の台座の上に、一冊の古い書物を発見した。これが、最後の手がかりか。和也は慎重に書物を手に取り、その内容を読み始めた。書物には、古代の賢者たちが虹の蝶を守るために行った儀式の詳細や、彼らが守っていた知識について書かれていた。和也は書物を読み進めるうちに、虹の蝶が沖縄の自然と深く結びついていることに気づいた。蝶はただの昆虫ではなく、自然の力を象徴する存在だった。そして、その力を守るためには、特別な儀式を行う必要があることが分かった。この儀式を再現すれば、蝶の謎を完全に解き明かすことができるかもしれない。和也はそう考え、儀式の準備を始めることにした。数日間、和也は書物に記された手順に従い、儀式のための道具や材料を集めた。彼は慎重に手順を確認しながら、儀式の準備を進めていった。そして、いよいよ儀式の日がやってきた。和也は神殿の跡地に戻り、地下室で儀式を行うことにした。彼は古代の道具を使いながら、書物に記された手順を一つ一つ実行していった。やがて、地下室が光に包まれ、虹の蝶が現れた。和也はその美しい光景に感動しながら、儀式の最後の手順を行った。すると、地下室の中央に大きな石板が現れ、その下からさらに多くの書物や遺物が姿を現した。これが、蝶の謎を解き明かす鍵だ。和也はその書物を手に取り、慎重に読み始めた。書物には、沖縄の自然と人々の歴史、そして虹の蝶が持つ力について詳細に記されていた。この情報をもとに、さらに深く調査を進めなければならない。和也はそう決意し、書物や遺物を持ち帰り、さらなる調査を続けることにした。彼の冒険はまだ終わっていなかった。虹の蝶が導く先には、まだ多くの謎と発見が待ち受けているに違いなかった。和也の調査が進むにつれ、虹の蝶に関する情報は次第に明らかになっていった。彼が見つけた古代の書物には、蝶が持つ神秘的な力や、それを守るための儀式について詳しく記されていた。彼はこの情報をもとに、地元の学者や研究者と協力し、沖縄の自然と歴史に関するさらなる調査を行うことにした。
彼の発見は多くの人々に感銘を与え、彼の研究に対する関心が高まっていった。ある日、和也は沖縄の地方紙に大きく取り上げられ、彼の研究が広く知られることとなった。彼の発見は、沖縄の自然保護と文化遺産の保存に大きな影響を与えるものだった。皆さん、この蝶はただの昆虫ではありません。この蝶は沖縄の自然と文化を象徴する重要な存在なのです。和也は記者会見で熱心に語った。私たちはこの蝶を守るために、さらに多くのことを学び、次の世代に伝えていかなければなりません。彼の言葉に、聴衆は大きな拍手を送った。和也の発見を受けて、沖縄の自治体や環境保護団体は、虹の蝶を保護するためのプロジェクトを立ち上げた。彼はそのプロジェクトのリーダーとして、地元の住民や研究者たちと協力しながら、蝶の保護活動を進めることになった。彼らはまず、虹の蝶が生息する森を保護区に指定し、蝶の生息環境を守るための取り組みを始めた。和也は住民たちに蝶の重要性を教え、保護活動に参加するよう呼びかけた。この森を守ることは、私たちの未来を守ることでもあります。和也は熱心に語りかけた。皆さんの協力があれば、この美しい蝶を次の世代に伝えることができるのです。住民たちは和也の呼びかけに応え、積極的に保護活動に参加した。彼らは森の清掃や新しい木を植える活動を行い、蝶の生息環境を改善するための努力を続けた。一方で、和也は学術的な研究も続けた。彼は蝶の生態や行動を詳細に観察し、そのデータをもとに研究論文を発表した。彼の研究は多くの学会で評価され、彼の名声はさらに高まった。私たちはまだ、この蝶のすべてを解き明かしたわけではありません。和也は学会での発表で語った。しかし、この蝶を通じて、沖縄の自然と文化の素晴らしさを再認識することができました。数年後、和也の努力は実を結び、虹の蝶は再び沖縄の森で美しく舞うようになった。彼のプロジェクトは大成功を収め、多くの人々に影響を与えた。中村さん、あなたのおかげでこの蝶は救われました。本当にありがとうございます。村の長老は感謝の言葉を伝えた。こちらこそ、皆さんの協力があったからこそです。この蝶を守り続けることができたのは、皆さんのおかげです。和也は感動しながら答えた。プロジェクトが成功を収めた後も、和也は蝶の保護活動を続け、新たな自然保護プロジェクトにも積極的に取り組んだ。彼の経験と知識は多くの人々に共有され、次世代の環境保護活動の基盤となった。これからも自然を守るための活動を続けていきます。虹の蝶の美しさと神秘は、未来にわたって語り継がれることとなり、和也は新たな決意を胸に、次の冒険に向けて歩み出した。研究室の消失。秋元遥は、日本の著名な物理学者だった。彼女は大学の研究室で、新しいエネルギー源の開発に取り組んでいた。彼女の研究は革新的であり、多くの注目を集めていた。しかし、その日は普段と違っていた。ある朝、彼女が研究室に向かうと、ドアが半開きになっているのに気づいた。不審に思った遥は、慎重にドアを開け、研究室の中に足を踏み入れた。彼女が目にした光景は信じられないものだった。研究室が跡形もなく消失していたのだ。これは一体、どういうこと？
はるかは呆然と立ち尽くした。机や実験装置、資料の山がすべて消え、まるで何も存在しなかったかのように部屋が空っぽになっていた。すぐに大学の管理部に連絡し、事態を報告した。管理部のスタッフが駆けつけ、状況を確認したが、誰もこの異常な現象の説明ができなかった。警察も呼ばれ、現場検証が行われたが、物的証拠は何一つ見つからなかった。まるで研究室ごと異次元に消えたかのようだ。警察官の一人がつぶやいた。はるかは混乱と不安の中、自分の研究が何者かに狙われたのではないかと考え始めた。彼女の研究は新しいエネルギー源の発見に関するものであり、その技術が実現すれば、世界のエネルギー問題を解決する可能性があった。だが、その一方で、その技術が悪用される危険性も高かった。その夜、はるかは自宅で研究ノートを見直し、失われた研究データを思い出そうと努めた。彼女はふと、数日前に受け取った不審なメールを思い出した。そのメールは匿名で送られてきており、あなたの研究は危険だ。すぐにやめるべきだ。という内容が書かれていた。まさか。はるかはそのメールと今回の事件が関係しているのではないかと考えた。彼女はメールの発信元を特定しようと試みたが、巧妙に隠されており、手がかりは得られなかった。翌日、彼女は大学の同僚である田中教授に相談することにした。田中教授ははるかの研究に対して常に協力的であり、彼女の信頼できるアドバイザーだった。田中先生、実は。はるかはこれまでの経緯を田中教授に詳しく話した。これは一大事だね。君の研究が狙われた可能性が高い。しかし、誰が何のために？田中教授は深く考え込んだ。先生、何か手がかりはありませんか？はるかは焦りながら尋ねた。まずは、研究室の周辺をもう一度詳しく調べてみよう。何か見落としているかもしれない。田中教授は提案した。二人は再び大学の研究室に向かい、部屋の隅々まで調べ始めた。すると、はるかの机の下に小さなメモが落ちているのを見つけた。メモには、旧校舎の地下室、という文字が書かれていた。これは、どういうことだろう。はるかは疑問を抱きながらも、田中教授と共に旧校舎の地下室に向かうことにした。旧校舎の地下室は長い間使われておらず、誰も近づかない場所だった。二人は懐中電灯を片手に地下室の奥へと進んでいった。薄暗い通路を進むうちに、はるかは次第に緊張感を覚えた。やがて、地下室の最奥部にたどり着いた二人は、古びたドアを発見した。ドアには古い鍵がかかっており、開けるには少し力が必要だった。田中教授が鍵をこじ開けると、ドアの向こうにはもう一つの研究室が広がっていた。これは、一体。はるかは驚きの声を上げた。その部屋には、彼女の研究室と同じ機材や資料が整然と並んでいた。ここが答えだ。田中教授は静かに言った。君の研究は誰かに狙われている。しかし、まだ全てのピースが揃っていない。一体誰が、何のために？はるかの疑問は深まるばかりだった。彼女の冒険はまだ始まったばかりだった。研究室の消失の謎を解き明かすため、はるかはさらなる調査を続ける決意を固めた。秋元はるかは研究室のセキュリティを強化し、信頼できる同僚や学生たちと共に監視体制を整えた。研究データのバックアップも複数の場所に保管し、万が一の事態に備えることにした。
田中教授の助言と協力を得て、彼女は再び研究に集中することができるようになった。数日後、遥は大学の図書館で偶然、古い論文を見つけた。その論文は彼女の研究に関連する内容であり、著者はかつて大学で研究していた、松本教授だった。松本教授はエネルギー研究の先駆者であり、その論文には彼の未発表の研究が詳しく書かれていた。この論文、私の研究と非常に似ている。遥は驚きと興奮を覚えた。彼女はすぐに論文を詳しく読み込み、松本教授の研究が自分の研究にとって重要な手がかりになることを確信した。松本教授の研究ノートがまだどこかに保管されている可能性があると考え、彼女はその手がかりを探すことにした。その夜、遥は田中教授と話し合い、松本教授の研究ノートを探すために図書館や大学のアーカイブを調査することにした。二人は早速行動に移り、古い文書や記録を丹念に調べ始めた。数日後、彼らはついに松本教授の研究ノートを見つけた。ノートは大学の倉庫の一角に保管されており、長い間誰にも触れられていなかった。遥は興奮しながらノートを開き、その内容を読み始めた。これだ。このノートには、私の研究と同じエネルギー源に関する詳細な記述がある。遥は声を弾ませた。ノートには、松本教授が行っていた実験や、その結果が詳細に書かれていた。さらに、教授が発見したエネルギー源の応用可能性についても記されていた。遥はその情報をもとに、自分の研究をさらに発展させることができると感じた。このノートがあれば、私の研究は大きく前進する。遥は田中教授に感謝の意を伝えた。しかし、ノートの最後のページには不穏なメモが残されていた。この研究は危険だ。誰かが私を監視している。もし私に何かあれば、このノートを信頼できる者に託してほしい。これは、どういう意味だろう。遥は困惑した。松本教授も何者かに狙われていたのかもしれないね。田中教授は深く考え込んだ。君の研究に対する脅威は今も続いている可能性がある。二人は再び警戒を強め、研究の進展を慎重に進めることにした。遥は松本教授のノートをもとに、実験を再開し、データを収集し始めた。彼女の研究は次第に形をなし、期待と不安が入り混じる日々が続いた。ある日、遥は自宅に帰る途中、不審な影が彼女をつけていることに気づいた。彼女は急いで家に駆け込み、ドアをロックした。胸の鼓動が高まり、不安が募る。誰かが私を監視している。遥は冷静になろうと深呼吸をした。彼女はすぐに田中教授に連絡し、状況を説明した。田中教授はすぐに彼女の家に駆けつけ、彼女を励ました。大丈夫だ。君は一人じゃない。私たちがいる。田中教授は力強く言った。その夜、彼女はしっかりと休むことができなかった。翌朝、彼女は再び大学に向かい、研究を続ける決意を新たにした。彼女は研究室のセキュリティをさらに強化し、周囲の目を一層警戒するように努めた。数週間後、遥の研究はついに重要な成果を上げた。彼女は新しいエネルギー源の実用化に向けて大きな一歩を踏み出した。彼女の研究は世界中のエネルギー問題を解決する可能性を秘めていた。しかし、その成功はさらなる危険を呼び寄せることになる。彼女の研究が狙われていることを確信した遥は、仲間たちと共に研究を守るための対策を強化することを決意した。
私たちの研究は未来のために必要なものだ。絶対に諦めない。はるかは自分自身に言い聞かせた。研究室の消失の謎を解き明かし、彼女自身の研究を守るため、はるかはさらなる挑戦に立ち向かう。秋元はるかの研究が進展する一方で、彼女の周囲の状況はますます不穏になっていった。研究室のセキュリティを強化し、信頼できる仲間たちと共に監視体制を整えたものの、彼女の不安は消えなかった。ある日、はるかは大学からの帰り道で再び誰かに尾行されていることに気づいた。彼女は冷静に振る舞いながらも、いつもとは違う道を選んで家に戻った。家に着くと、彼女はすぐに田中教授に連絡を取った。先生、また誰かに尾行されているようです。これ以上続けるのは危険かもしれません。はるかは不安を隠せなかった。はるかくん、君の安全が最優先だ。しかし、君の研究は未来にとって重要なものだ。なんとか続ける方法を見つけなければならない。田中教授は深く考え込んだ。その夜、はるかは自宅でふと、松本教授のノートの最後に書かれた不穏なメモを思い出した。この研究は危険だ。誰かが私を監視している。その言葉が頭から離れなかった。翌日、はるかは大学に向かうと、田中教授と共に松本教授の研究室跡地を再調査することにした。二人は大学の古い建物の中を進み、松本教授の研究室だった場所に到着した。部屋は長年使われておらず、埃が積もっていた。ここに何か手がかりが残っているかもしれない。田中教授は懐中電灯を手に、部屋の中を詳しく調べ始めた。やがて、彼らは床下に隠された小さな隠し扉を発見した。扉を開けると、そこには古びた箱が置かれていた。箱を開けると、中には松本教授の私的な記録や写真、そしていくつかの手紙が入っていた。これは松本教授が誰かに宛てた手紙だ。はるかは手紙を取り出し、その内容を読み始めた。手紙には、松本教授が彼の研究が誰かに狙われていることに気づき、研究を守るために何らかの対策を講じたことが書かれていた。また、手紙の中には、松本教授が信頼していた人物への指示が詳細に記されていた。この人物に会って、さらに話を聞く必要があるかもしれない。田中教授は言った。手紙に記されていた人物は、松本教授のかつての助手であった鈴木博士だった。鈴木博士は現在、別の大学で研究を続けていることが分かった。はるかと田中教授はすぐに鈴木博士に連絡を取り、面会を申し込んだ。数日後、二人は鈴木博士と会うことになった。鈴木博士は穏やかな表情で彼らを迎え入れた。松本教授の助手をしていた鈴木です。今日は何かお力になれることがあれば。鈴木博士は丁寧に言った。鈴木博士、松本教授の研究が消失し、その後私の研究室も消失しました。これは一体どういうことなのでしょうか。はるかは真剣な表情で尋ねた。鈴木博士は深く息をつき、重々しく話し始めた。松本教授は生前、彼の研究が非常に危険であることを認識していました。彼の研究は新しいエネルギー源を発見するものでしたが、それが悪用される危険性も高かったのです。教授は私たちに警戒を促し、研究を守るために様々な対策を講じました。しかし、彼の懸念は的中し、何者かが彼の研究を狙っていたのです。その何者かは今も私の研究を狙っていると。はるかは言葉を詰まらせた。その可能性が高いです。
しかし、私たちにはまだ希望があります。松本教授は彼の研究の核心部分を隠すために、ある場所に重要な情報を隠しました。その場所を見つけ出すことができれば、私たちの研究を守る手立てが見つかるかもしれません。鈴木博士の言葉に、遥と田中教授は決意を新たにした。彼らは松本教授の残した手がかりをもとに、隠された場所を探すための調査を開始した。その夜、遥は再び松本教授のノートを読み返し、隠された場所についての手がかりを探した。彼女の目に留まったのは、次元の扉という謎めいたフレーズだった。次元の扉、これは一体何を意味しているのか。遥は疑問を抱きながらも、手がかりを追い続ける決意を固めた。翌日、遥と田中教授は鈴木博士と共に、次元の扉に関する手がかりを求めて再び調査を開始した。彼らの冒険はますます複雑になり、謎が深まる中で、新たな発見が待ち受けているに違いなかった。鈴木博士の助言を得た遥と田中教授は、松本教授が残した次元の扉に関する手がかりを探し続けた。次元の扉というフレーズは謎めいており、その意味を解明するにはさらなる調査が必要だった。ある日、遥は再び松本教授のノートを詳しく読み返していた。そこで、彼女は一つの古い地図のページに目を留めた。地図には、次元の扉の場所が示されているように見えた。その地図は沖縄の離島を指していた。先生、この地図が次元の扉の場所を示しているかもしれません。遥は田中教授に見せながら言った。確かに、これが手がかりになるかもしれない。田中教授は同意した。翌日、3人は沖縄の離島に向かうための準備を始めた。鈴木博士の協力を得て、彼らは地図に示された場所を訪れるための計画を立てた。離島に到着すると、彼らは地図を手にして探索を始めた。島の中心部に近づくにつれ、地図に示された場所が明らかになってきた。やがて、彼らは古い神社の跡地にたどり着いた。神社の周囲には古代の石碑が立ち並び、その一つに、次元の扉という文字が刻まれていた。ここが次元の扉。遥は簡単の声を上げた。三人は石碑を詳しく調べ、その裏に隠された秘密の扉を見つけた。扉には複雑な鍵がかかっていたが、鈴木博士が持っていた松本教授の最後の手紙には、その鍵を開ける手順が書かれていた。鈴木博士の指示に従って鍵を開けると、扉が静かに開き、暗い地下室への階段が現れた。三人は懐中電灯を手に、慎重に階段を降りていった。地下室の奥には、古い書物や資料が整然と並んでいた。その中には、松本教授の研究の核心部分が含まれていた。遥は興奮しながら、資料を一つ一つ確認し始めた。これが松本教授の研究の核心部分なのね。遥は声を震わせた。資料には、新しいエネルギー源の詳細な説明や、それを安全に活用するための手順が書かれていた。さらに、その技術が悪用されないようにするための防御策も含まれていた。これで、私たちの研究を守ることができる。遥は感激しながら言った。三人は資料を持ち帰り、大学でさらに詳しく分析することにした。彼らの発見は世界中のエネルギー問題を解決する可能性を秘めており、研究の発展に大きな貢献をすることとなった。数日後、彼らは大学で記者会見を開き、松本教授の研究成果を公表した。多くのメディアが集まり、彼らの発見に注目した。皆さん、
この研究は松本教授の意思を継いだものであり、未来のエネルギー問題を解決するための重要な一歩です。はるかは力強く語った。記者会見は大成功を収め、彼らの研究は広く認知されることとなった。多くの学者や研究者が彼らの発見に興味を示し、共同研究を申し出た。これからも私たちはこの研究を発展させていきます。そして松本教授の意思を守りながら、世界中の人々のために役立つエネルギー技術を提供していきます。はるかは決意を新たにした。その後、はるかの研究はさらに発展し、彼女の名声は国内外で高まった。彼女の努力と献身は多くの人々に称賛され、次世代の研究者たちに大きな影響を与えた。私たちの研究はまだ終わっていません。未来のために、さらに多くのことを学び、発見していきましょう。はるかは仲間たちに語りかけた。科学と知識の探求は続いていく。彼女の努力と成果は、未来の科学技術の発展に貢献し、世界中の人々の生活を豊かにすることとなった。寄木細工の箱の秘密。及川七海の古物商店、夢の置物は、都会の古物商街にひっそりと佇む一軒家だった。ある日、店にやってきた常連の老人、斎藤義和が寄木細工の箱を持ち込んだ。彼は落ち着いた声で語った。七海さん、この箱を買い取ってもらえませんか？七海は寄木細工の美しさに目を奪われた。その精巧な模様と独特の木の香りが店内に漂う。だが、義和の表情にはどこか不安げな影が見えた。彼はその理由を語ることなく、ただ箱を託して店を後にした。翌日、義和の姿が街から消えた。彼は姿を消したまま、連絡も途絶えてしまった。心配になった七海は、彼の住まいを訪ねるが、何の手がかりも得られなかった。唯一の手がかりは、彼が持ち込んだ寄木細工の箱だけだった。七海は、老人の足跡を追うことを決意した。箱の中に隠された秘密が彼の行方を知る手がかりになるかもしれない。彼女は寄木細工に詳しい友人の中村に協力を求めることにした。中村は古物商街の中でも寄木細工の専門家として知られ、その知識と経験は七海にとって心強い味方だった。二人は老人の足跡を追い、寄木細工の箱に隠された秘密を解き明かす旅に出る。その箱がただの美しい工芸品ではないことに、次第に気づき始める。七海は中村の店、匠の箱庭を訪れた。店内には様々な寄木細工の作品が並んでおり、静かな時間が流れていた。中村は落ち着いた表情で七海を迎え入れ、話を聞くとすぐに協力を約束してくれた。義和さんの持ち込んだ箱には何か特別なものがあるのかもしれないね。と中村は言い、箱を慎重に調べ始めた。その模様の一部に微妙なズレがあることに気づき、隠された仕掛けを見つけた。これは古い技法だ。箱の中にはもう一つの空間があるはずだ。中村が慎重に操作すると、箱の中から小さな引き出しが現れた。その中には古びた手紙が一通と、巻物のような地図が入っていた。手紙には、義和の若い頃の写真とともに、不思議なメッセージが書かれていた。この手紙は義和さんの過去を示しているようだ。七海と中村は手紙を読み進める。そこには義和の若い頃の冒険と、寄木細工の技術を学んだ師匠のことが記されていた。師匠は寄木細工の秘伝を守るため、秘密の場所にその技法を隠したらしい。
その場所を示す手がかりが、寄木細工の箱と地図に隠されているという。二人はその地図を解読するため、古物商外の仲間たちに協力を依頼した。仲間たちもまた義和の失踪を心配しており、協力を惜しまなかった。彼らの知識と経験を集めて、少しずつ地図の意味が明らかになっていった。この場所だわ、きっと。地図が指し示す場所は、町外れの古い倉庫だった。七海と中村は倉庫の鍵を手に入れ、調査に向かうことを決意する。そこには寄木細工の秘密が眠っているに違いない。古びた倉庫にたどり着いた七海と中村。重い扉を開けると、中は薄暗く、埃が舞い上がった。古い道具や木材が雑然と積まれており、その一角に目を引く大きな棚があった。棚には様々な寄木細工の作品が並んでいる。ここが義和さんの言っていた場所かもしれない。と中村がつぶやく。七海は手紙に書かれた暗号を思い出しながら、棚の中を探し始めた。中村も慎重に寄木細工を一つ一つ確認する。その中で、一つの箱に目が留まる。七海が手に取ると、箱の底に細かい文字が刻まれていることに気づいた。中村さん、これを見て。二人で文字を読み解くと、それは暗号化されたメッセージだった。義和の師匠が残したもので、寄木細工の技法とともに、隠された宝物の場所を示していた。七海はその暗号を解読することに没頭し始める。数時間後、ついに暗号を解読することができた。その内容は、義和の師匠が寄木細工の最高の技術を使って作り上げた宝物が、町の地下に隠されていることを示していた。さらに、その宝物は寄木細工の技法そのものを記録したもので、失われた技術を再現するための鍵となるものだった。七海は驚きとともに、中村にそのことを伝えた。二人は急いで町の地下へ向かう準備を始めた。だが、その時、七海は突然自身の幼少期の記憶がフラッシュバックするように蘇った。この場所、昔、来たことがある気がする。七海の父親もまた、寄木細工の職人であり、幼い頃に父と一緒にこの場所を訪れた記憶が断片的に蘇ったのだ。その記憶が、寄木細工の箱と老人の失踪に深く関わっていることに気づいた七海は、より一層この謎を解き明かす決意を固めた。七海は記憶を頼りに、父と訪れた場所を思い出しながら地下への道を探った。中村も慎重に足元を確認しつつ、七海の後に続いた。二人が地下へと続く古い階段を見つけると、その先に広がる暗闇に不安と興奮が入り混じった。階段を降りた先は、ひんやりとした空気が漂う広い地下室だった。壁には古い寄木細工の模様が描かれており、そこに義和の師匠が残した手がかりが隠されていることに気づいた。七海さん、この模様を見てください。中村が指さす方向には、独特のパターンが彫り込まれていた。七海は幼い頃に父から教わった寄木細工の技法を思い出しながら、その模様を丁寧に解析していく。すると、壁の一部がわずかに動くことに気づいた。ここに何かがあるわ。七海と中村は協力して壁を押し動かすと、隠し扉が現れた。扉の向こうには小さな部屋があり、そこには寄木細工の技術書や工具が丁寧に保管されていた。さらに、その奥にはもう一つの箱が置かれていた。七海がその箱を開けると、中には貴重な寄木細工の作品とともに、義和の師匠が残した手紙があった。手紙には、寄木細工の技法とともに、師匠がこの技術を守るためにどれだけの努力をしたかが綴られていた。そして、義和がその技法を継承し、次世代に伝えるべく決意していたことが記されていた。
七海はその手紙を読み終えると、義和の深い思いに胸が熱くなった。義和さんはこの技術を守るために、私たちに託したんですね。中村も感慨深げにうなずいた。彼の思いを無駄にしないように、私たちも頑張らなければ。七海と中村は手紙を持って、義和の行方を再び追い始めた。手紙には最後に、師匠の墓がある場所が記されていた。二人はその場所を目指し、再び調査を進める。ある日、ついに義和の姿を発見した。義和は町外れの静かな墓地に佇んでいた。彼は七海と中村に気づくと、微笑んで彼らを迎え入れた。あなた方がここまで来てくれるとは思いませんでした。七海は手紙を差し出しながら言った。義和さん、この手紙と寄木細工の箱に込められたあなたの思いを知りました。あなたの師匠が残した技術を私たちも大切に守っていきます。義和は目を細め、静かにうなずいた。ありがとう。これで私の使命も果たせた気がします。これからは、あなたたちがその技術を伝えていく番です。七海と中村は義和の言葉を胸に刻み、再び古物商街へと戻った。寄木細工の秘密と技術を守るために、二人は力を合わせて新たな挑戦に立ち向かう決意をした。静かな街並みに、寄木細工の美しい模様が再び輝きを取り戻し、古物商街には新たな風が吹き始めた。月夜に浮かぶ影。山間の村、日が沈むと深い静寂が訪れる。そんな静寂を破るかのように、村人の一人が突然姿を消した。行方不明になったのは、村の若者、佐藤良一だった。彼は前夜、村の外れで何かを見たと語っていた。最後に見られたのは、村の広場で友人たちと話していた時だった。誰も彼が何を見たのか知らず、次の日の朝、良一は姿を消していた。良一の失踪は村全体に不安をもたらした。村長はすぐに捜索隊を編成したが、良一の手がかりは何も見つからなかった。村人たちは恐れを抱き、夜になると家に閉じこもるようになった。そんな中、村長はかつての同僚であり、現在は私立探偵として活動している村上陽介に助けを求めた。陽介は村に到着し、失踪事件の調査を引き受けることになった。陽介は冷静で知的な人物であり、過去に多くの難事件を解決してきた実績がある。陽介はまず、良一の家族や友人たちから話を聞くことにした。良一の母親は涙ながらに、良一は何かに怯えているようでした。と語った。友人たちは、最近、良一は村の外れで何か不気味なものを見たと言っていました。と話した。陽介は失踪の背後に何か大きな秘密が隠されていると感じた。彼は村の歴史や伝承にも目を向け始めた。村の子たちからは、昔からこの村には奇妙な出来事が続いているという話を聞かされた。失踪事件の調査を進める中で、陽介は次第に村の闇に迫っていく。良一の行方を追う陽介の調査は、村全体を巻き込む大きな事件へと発展していくのだった。助は村人たちから証言を集めることから始めた。失踪した良一の最後の足取りを追うために、彼は村の広場や村外れの道を歩きながら、村人一人一人に話を聞いた。まず、陽介は良一の親友である高橋正人に話を聞いた。正人は、良一は最近、夜遅くに村の外れを歩いているのを見かけました。何かに取り憑かれたような表情をしていました。と語った。正人によると、
良一は数日前から何かを気にしている様子で、何度も同じ場所を訪れていたという。次に、陽介は良一の幼馴染である山本彩に話を聞いた。彩は、良一は、あの夜に何か不気味なものを見たと言っていました。彼はそのことを誰にも話せないと感じていたようです。と話した。彩は良一の変化を感じ取り、心配していたが、何もできなかったという。陽介はこれらの証言をもとに、良一が何を見たのかを突き止めるために村外れの道を調査することに決めた。彼は村の外れにある古い祠の周辺を調べることにした。この祠は村の歴史と深い関わりがあり、村人たちからは神聖な場所とされていたが、同時に不気味な場所でもあった。祠に到着した陽介は、その周辺を丹念に調査した。そこで、彼は地面に奇妙な跡を見つけた。何か大きなものが引きずられたような跡だった。陽介はこの跡が良一の失踪と関係があると直感し、その先を追った。さらに調査を進めると、陽介は祠の奥に隠された洞窟の入り口を発見した。この洞窟は村の誰もが知っているが、誰も近づかない場所だった。陽介は洞窟に入ることを決意し、懐中電灯を手に慎重に進んだ。洞窟の中はひんやりと冷たく、静寂が支配していた。陽介は洞窟の壁に刻まれた古い文字や絵を見つけた。それらは村の歴史に関するものだったが、具体的な意味は不明だった。洞窟の奥へ進むにつれ、陽介は次第に不安感を覚えた。洞窟の奥で陽介は、古びた箱を発見した。箱を開けると、中には古い手紙や日記が入っていた。それらの文書には、村の秘密と良一の失踪に関する手がかりが隠されているようだった。陽介はその文書を持ち帰り、村の秘密を解き明かすために新たな一歩を踏み出した。陽介は洞窟で見つけた古い手紙や日記を持ち帰り、村の宿で一晩中それらを読み解いた。文書には村の古い伝承や、過去に起きた奇妙な出来事が記されていた。特に、ある一族が村の守護者としての役割を持っていたことが強調されていた。しかし、その一族は数十年前に姿を消していた。翌日、陽介は村の古老たちからさらに情報を得るために話を聞いた。彼らは村の秘密を守るために、昔から伝わる儀式や風習について語った。特に興味深いのは、毎年行われる月夜の集いという秘密の会合だった。この会合は、村人たちが夜に集まり、古い伝承に基づいた儀式を行うもので、外部の者には一切公開されていなかった。陽介はこの会合に潜入する必要があると感じた。村長に相談すると、彼は一晩だけ特別に参加を許可してくれた。陽介は会合が行われる夜、密かに準備を整え、村人たちと共に森の中へ向かった。森の奥深く、月明かりの下で会合が始まった。村人たちは静かに集まり、古い祠の周りに座った。祠には古代の文字が刻まれており、その意味は未だ解明されていなかった。会合の中心に立つ村長が、儀式の開始を告げると、村人たちは一斉に祈りを捧げ始めた。その時、陽介は何か異様な気配を感じた。彼は注意深く周囲を観察し、ある人物が祠の陰で何かを隠しているのを見つけた。その人物は良一の友人である高橋正人だった。陽介は彼が何をしているのかを確認するために、密かに接近した。近づいてみると、正人が古い箱を取り出しているのを目撃した。陽介はその場で彼を問い詰めることに決めた。正人、君は何をしているんだ？陽介の突然の問いに、正人は驚き、手にしていた箱を落とした。その中から古い巻物が飛び出した。
正人は観念し、すべてを話し始めた。彼は村の秘密を知っており、その秘密が良一の失踪に関係していると確信していた。正人は良一と共に村の伝承や儀式を調べていたが、良一がその真実に近づきすぎたために失踪したのだという。陽介は正人の話を聞きながら、村の中に裏切り者がいることを確信した。そして、その裏切り者が村の儀式や会合を利用して、何か悪事を働いていると感じた。陽介は正人と共に、村の秘密を暴き、良一の行方を追う決意を固めたのだった。正人の告白により、陽介は村の中に裏切り者がいることを確信した。彼は正人と協力し、その人物を特定するための調査を進めた。正人は村の内部情報に詳しく、陽介はその知識を利用して裏切り者の手がかりを集めた。まず、陽介は村の歴史を紐解くために、古い記録や文書を調べた。彼はそこで、村の古い一族が失踪事件に関与している可能性を見つけた。その一族は村の守護者としての役割を持っていたが、数十年前に姿を消していた。その中には、現在の村人たちにとっても重要な人物が含まれていた。陽介と正人は次に、村の重要な人物たちに話を聞くことにした。特に、村長や古老たちには、村の歴史や伝承について詳しく聞き出した。彼らの話から、陽介は村の秘密の会合、月夜の集いが過去の事件と深く関係していることを確信した。ある晩、陽介は正人と共に村の古い文書館を訪れた。そこで、彼らは村の守護者に関する詳細な記録を発見した。その記録には、守護者が村を守るための儀式や、守護者が持っていた特別な力について記されていた。しかし、その力が何かは具体的には書かれていなかった。調査を進める中で、陽介は村の中にいる裏切り者が守護者の力を悪用している可能性が高いことを突き止めた。その人物は、良一がその力に近づきすぎたために失踪させたのではないかと推測した。陽介はその人物を特定するために、さらに証拠を集めることにした。ある日、陽介は村の古い教会で行われる秘密の儀式に潜入することに成功した。儀式の最中、彼は裏切り者の正体を見破った。それは、信頼していた村の神父だった。神父は守護者の力を利用して、村の人々を操り、自分の野望を実現しようとしていたのだ。陽介はすぐに正人と協力して、神父の計画を暴露しようと決意した。しかし、神父は彼らの動きを察知し、反撃に出た。神父は村人たちを操り、陽介と正人を追い詰めようとした。しかし、陽介は機転を利かせ、村人たちに真実を伝える方法を見つけた。彼は村の広場で公開の場を設け、神父の悪事を暴露する証拠を提示した。村人たちは次第に真実を理解し、神父に対する不信感を募らせた。追い詰められた神父は、最後の手段として村を逃亡しようとした。陽介と正人は彼を追いかけ、ついに村外れの森で神父を捕らえることに成功した。神父はすべてを白状し、良一の失踪事件の真相が明らかになった。村は再び平和を取り戻し、陽介と正人は村人たちの感謝を受けた。良一も無事に発見され、村は新たな未来に向かって歩み始めた。陽介はこれからも村の平和を守るために尽力することを誓ったのだった。神父の逃亡を阻止し、陽介と正人は村外れの森で彼を捕らえた。神父は観念し、すべてを白状した。彼はかつて村の守護者の力を手に入れようとし、その過程で良一に真実を知られてしまったため、
良一を拉致したのだった。良一は森の中の隠れ家に監禁されていたが、無事に保護された。村に戻った陽介は、村人たちに真実を伝えた。村人たちは神父の裏切りに衝撃を受けたが、陽介と正人の勇気と知恵に感謝し、事件の解決を祝った。村長は神父を警察に引き渡し、村は再び平和を取り戻した。陽介は村の広場で、村人たちと共に事件の終結を祝う集いに参加した。村の子たちは、守護者の力が悪用されたことを嘆きながらも、村の未来に希望を持つことを語った。陽介はその言葉に深くうなずき、村の歴史と伝承の重要性を再認識した。陽一も集いに参加し、村人たちから温かい歓迎を受けた。彼は陽介に感謝の言葉を伝え、僕が見たものは恐ろしいものだったけれど、真実を知ることができて本当によかった。と語った。陽介は良一に微笑みかけ、これからは君も村の平和を守る一員だ。と励ました。村は再び静けさを取り戻し、月夜の下での集いは心温まるものとなった。陽介はその夜、村の空を見上げながら、これまでの出来事を振り返った。彼はこれからも村の人々と共に、守護者としての役割を果たしていくことを決意した。事件は解決し、村は新たな一歩を踏み出した。陽介と正人の友情はさらに深まり、彼らはこれからも共に困難を乗り越えていくことを誓った。村の平和と安全は、彼らの努力によって守られ続けるだろう。そして、月夜の静寂の中、村の人々は安らかな眠りについた。村に新たな一日が訪れ、彼らは希望に満ちた未来へと進んでいったのだった。